どうも皆さん、おはこんばんにちは、麻生です。本日は平泳ぎのキックについての動画になります。はい、以前平泳ぎの足のね引きつけた時の幅について解説しているコラムをね一回上げたことがあったんですけれども、内容は、大事なことはこういうことだから、本質を見失わないでくださいっていう内容のものだったんですが、平泳ぎが得意な選手の競泳選手の人たちの平泳ぎのキックってもう芸術の域に美しいですよね。ああいう感じのキックをじゃあ僕できるのかと言われると、できないんですね。はい。なんでかっていう話なんですが、まずそもそも競泳選手も得意な種目がそれぞれあるわけですよね。なので平泳ぎの選手の人たちは平泳ぎが得意だから、平泳ぎが上手だから平泳ぎの選手になったわけで、はい。なので、僕みたいに平泳ぎは大して得意ではないが競泳選手みたいなパターンの人もいるんですよ。で、平泳ぎの選手の人たちの足ってなんかすごい不思議な足をしていると言いますか、こうね、足と足の間をすごい狭い感じで引きつけたとしても、こうしっかりとね足の裏が水を押せるポーズになってるんですよね。でそれ僕できるかって言われるともう全くできないんですよ。僕の体の硬さと言ったら結構有名でですね、で最近ちょっと体の硬い僕がこうストレッチを頑張っていくシリーズっていうのを、秘密基地の方でやらせてもらってるんですけど、自分でも結構逆に自慢しちゃうぐらい体硬いんですね。なので、そういう僕が平泳ぎの選手の人たちのようなキックをやろうとするともう全然前へ進まないんですよね。じゃあどうやって推進力を、得ていっているのかといったところを、ポイントにこうまとめて、比較動画を作りましたので、ぜひ皆さんがね平泳ぎの練習をする際に、こういったことに、ポイントを絞って、むしろここを基準に考えて平泳ぎの足を練習していくと、自分にとってね効果的なキックっていうのを、作ったり身につけたりするのがやりやすくなるよということが趣旨の動画を今回作りましたんで、ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。まずこちらのキックをご覧いただきたいのですが、平泳ぎがあまり得意ではなく、そして体の硬い僕が足を引きつける際の幅をできるだけ狭くしようとした際はこのような感じのキックになります。スローにしていきます。引きつけた際の足の向き、よくご覧になっていただきたいのですが、この瞬間ですね、この時の足の角度だいたいこれぐらいです。ほとんど縦ですね。こういう状態でキックをしてしまうと、せっかく足の引き付け幅は細くしたにもかかわらず、実際にはキックでほとんど前に進まないと、また水をしっかりと捉えている感覚といったものもほぼないといった形になり、切るようなキックになってしまいます。それに対してこちらは引きつける時の足の幅は特に気にせず、実際にキックを蹴ろうとする際に足の向きをしっかりと横に向けるということにポイントを置いてやった場合のキックですね。スローにしてみます。またキックを蹴ろうとする際の足の向きの角度、こちらを注目して見ていただきたいのですが、この瞬間ですね、この瞬間の足の角度は水面に対してほぼ真横向きになっています。先ほどの映像を比較対象として並べておきます。現状の僕の柔軟性だとこれぐらい足の間を開いておかないと、実際に平泳ぎのキックをしようとする際に足の裏を真横向きに向けることはできないということになります。実際にスイムで泳ぐとどのくらいの差が出てくるのかというのを比較映像にしましたので、そちらの方をご覧ください。いいよ。はい。まずこちらは足の幅をできるだけ細く引いてこようとして泳いだ際の平泳ぎですね。ストロークの強さ、そして全体のテンポ感、努力量といったものをできるだけ揃えて泳ぐようにしました。
25秒51。いいよ。はい。続いてこちらは足の裏の角度をしっかりと横に向けられるようにといったところにポイントを置いて泳いだ平泳ぎです。24秒99。いいよ。はい。では上下に並べて比較してみましょう。書こうとする力、蹴ろうとする力、そしてストロークテンポ、こちらの3つを極力揃えるように泳いだにもかかわらず、下の方が、ストロークが約1回分少ない状態で、そしてタッチがこれだけ間延びしたにもかかわらず、タイムは 0.5 秒近く速いという結果になりました。キックをした直後の進み具合にも注目してほしいのですが、足の裏を水面に対してしっかりと横向きにした方が、狭く引くことに注目しすぎるよりも推進力を得ることができています。狭く引けばいいとは一概に言えないことがご理解いただけたでしょうか。ですので、効果的な平泳ぎのキックをできるようにするためには、ご自分の体の柔軟性などを考慮し、足の裏をしっかりと横向きにしてキックをするようにしていきましょう。今回のエピソードはここまでです。良かったなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。